こんな感じかな。まあ終わりません。どっちだっけ。あ、逆だ。ちょっとまあウィットネスは音を出さなくてもやれるんけど、一箇所だけ音ないとやれないっていうパズルもあったんで、ちょっと待ってよ。設定、あれこれ確かこれやると、はい、そうですね。明るさ、視界字幕、ボリューム調整できないのか。あ、もしかしてオプションを押すと電源が切れるっていう設定かいおー、どちら逆か、こうか。あ、またハマった最後はこうしたいけどできないから、このパターンになるかな。それだったら最初からこうなのかな。こうか。じゃあな、おおこうしてこう。でもダメだ。こう、とりあえずあそこを区切りたいんだよね。あそこを区切って、その区切った先がないから、最後のルートはこれがルートか。こう来てこうか。こうか。じゃあこう来てこう来てこのルートか。あ、長かった。3番目。ちょっと時間が厳しいな。よいしょ。たまに丸と×ボタンをね、ちょっとね、決定丸で押したくなっちゃうからね。この形はこれにこれを足し合うのか。それはなかった。こっちか。メロ。どう区切ろうか。まあシンプルに。これかな。じゃあ、黒を一旦区切った方がいいのか。よし。で、次が、どれだろう。これ難しそうだな。これ
こだっけ。なんか真ん中のあたりだったんだよね。この辺、この辺、この辺、じゃあもうちょっと下だ。あれー、覚えてないな。覚えてない、覚えてないよ。もう一箇所は確か上の方だったんだよね。この上の方のあたりに席あるか。3だからこれかこれかだろう。あともうちょっとこれのこっち側のこの辺じゃなかったっけ。この橋のあたりとか。おお、違うか。あれ、いや、もうちょっと右か。あったあった。これはどうだ。2のパターン、2のパターン。ダメだな。これで2のパターンだ。こっち行かなきゃいけないのか。このパターンダメだな。じゃあこっち行って2、2。これもダメなパターンだな。これは OK。強くはいけない。あれ、これ間違えた。あ、角間違えてる。こっち側。うわー、どうしたかこれ、もしかして。あ、でもあそこの昔か。あ、もうあの時点で間違ってるから、最初にここで曲がらなきゃいけない。さらにこっちをこうゴーいやー、まあちょっと最初の方でちょっと時間使いすぎたように。あそこで時間食うからな。どうしても柱のパズルはきつい。あ、延々となんてない。開けない夜はないのさ。そんなこと言ったら、テーゼ開けない夜のある世界とかってな。あ、BB さんこんばんは。配信でございます。はい。お、こんばんは BB さん。クロニャン様、こんばんは BB です。で、配信お疲れ様でございます。まあなかなか解けないのであまり面白みはないですが、これ違うな、こうのこうか、こうのこうかな。次は迷路。これか。この辺かな。これ BGM の音量が変えれないというか、
どこで変えるんだろう。声が小さい。声マックスまでやればいいのかな。ちょっと後で変えてみないと。違った。これダメなパターンだ。これもダメなパターン。どっちがダメなパターンだ。これいけるのか。まあパズルですね。ちょっと視点を変えてやるようなパズルもあったりするんです。これ違うな。線をあれどこだっけ。とりあえずなんか出口の方に2つ重なってたような気がするんだけど、覚えてないぞ。迷路の道覚えてないぞ。こっち側からもう一個か。こっち側からこう行っての、こっち側から抜けての、この辺にあったような、ないぞ。あれないですね。あれ記憶違い。前の記憶が残ってる。パズルを解いてる人間にとっては面白みはあるんですけど、見てる人にとってはどうなのかなっていう。こうって間違えた。丸ボタンと×ボタンを間違えちゃったあとこれの次どこだ。ここが出口だから、出口のそばにもう一個あったような気がするんだけど、この辺もう一個あった。このパターンはダメだな。こっちから行くか。こういったらこう来て、そういうダメなパターンね。じゃあこっち側から入っていって、これもダメね。そうするとこっち側もう行ったらダメだから、こうともうダメだから、ここを通すためにはこうもうダメか。ここ通ったらもうこれはこう行くしかないから、ということはこっち側が先。ここはこれしかないのか。2外側に行けれない。これ大音量になるんですよね。これはダメだ。3でってやったらもうそれで終わりになっちゃうから。ここでね抜けても次が抜けれないから、これをこう来てここに来て、これがこうか。最後で時間切れになるとパズルが消えます
であと最後にこことこちらのもう一個の柱に柱のピラーのパズルが出るんで、それをクリアするとチャレンジっていうのが終わるんですけど、これが模範解答がないので毎回毎回一応問題が変わるので、それまではもう時間制限とかないパズルが永遠とあって、視点によってこう見方、だいたいスタートからゴールまで線を引いていくっていうパズルがほとんどなんですけど、その線を引けるのをこう視点を変えることによってつなげていくっていう、結構、これ以外は結構時間制限もなくのんびりとやれるあれですね。最初ルールがよくわからなかったので苦労しますけど、おっとでこれがさっきの迷路のパズルの迷路のあれ頭最初か、迷路になります。こういうふうに扉が区切られるようになるっていうで、印があったところにパズルがあるんで、それを解かなきゃいけないっていうヒントにもなってるんですけどね。これ下か。でここ4箇所がランダムでどこからに出るかはわからないという。多分これはこうかな。おっというと、そこまで伸びちゃダメということはこっちやな。これがダメなんだな。でもこれダメだったら他ダメだよな。1個上がってここはダメなんだよな。あれちょっと待ってよ詰まった最終的にはこう通さないといけないから、こっちをどうタレントがあそこだろう。こっち側をいやこっち側はないということは、あそこはできないから、最後違う最後のルートがこうならなきゃいけないから、そのルートは結局いやこうか。あ、なるほどね。こう行ってからのこうかこうかこうか。よし。この形のこうのこうあとこちらか。これは、2つに区切るんだけど、こっち側先区切らない。最終的にはそこを通っていくから、一回区切らないといけないんだけど、どうやって区切りゃいいんだ。通ってない通ってない。これがダメでしょ。あ、今回もダメなパターンだね。
こっち側を回って区切りで、ちょっとかなり時間的に厳しいですね。これはダメなパターン。どれだこれなんかいけそう。頭のこの辺に2箇所あったからこれとこう来てこれで2ダメだ3があるからあそこは3を使わなきゃいけないからこうとなるとあそこだな。こう来てのこうダメか。こう来てこう1121ここで詰まったということはどれぐらいこうからこれうるさいんですよね多分すごいこれだとダメなのかどっちだこう来るうわ三角のそうですね3だったら3辺通らなきゃいけない1だと1辺っていうやつですね。それが2箇所あってさっきの迷路がこれとここのバンとリンクしててで黄色い点がその解くパズルがある場所を示していてで塞がるところも同じところが塞がってるっていうマインスイーパーマインスイーパーマインスイーパーも結構やりましたけどそうですねそれではボリュームだんだん大きくなっていくんで余計ですよね。細かこの距離だとちょっと細かすぎこれはこういうふうに言っても OK、真ん中と覚えづらいな。外行ってからの降りて上がっていくと一番奥だこれは、2つ区切りの黒点全部通るというあれ黒点を全部取ってこれで区切れるからよいしょで次はこっちか。これは黄色のやつの形を維持しつつってやつなんでこうのこうかこれがで黄色と緑のやつは同じエリアに入ってればこういうふうに混じっても OK っていう
ルールですかね、確か。で迷路がなんかまだ、迷路は時間をかけないようにいかなきゃいけない。よし。あとはこれか。これは自分が指名した点と逆方向の点が動くっていうやつですね。これ上を通して通れない、ね、こっちが書いてこっから曲がる。ここが通れないかっていうことは、こっちに伸びてからか。じゃあこうか。よし。これで逆。白黒に分けるってやつですね。このパターンダメなんですよ。黒と白がこうクロスしてるような形のはダメなので、なんか一応そういうのがあるらしく、なのでこれいけそうでダメそうなやつだな。こうなってるとダメ。これじゃあもしかしていけるのって何歩かな、馬かな、違う。そうこう考えるとどうだ。ダメか。それならここで結局ダメか。3色分けですね。この方までいけるのか。この子交差になってるから、これ分けるのが結局こうでダメだから、これもダメなんだろうな多分。これかまだ可能性があるのは。ダメだ。わからんときはとりあえずこれでまず一括り。あれわからんと言って言ってた。どうだったっけ。真ん中の方だったよな。なんか一度こっち側に抜けていった後に回り込んで、下に降りつつパズルがあるとか、そんな感じだったような。どこだ。下がってる。よいしょ。最初は3。これでいくとこうなって、どっちだ。3このパターンだとダメだな。こっちから行くとして、そうだ。で今自分がどっちを向いたかをすっかり忘れているという。多分こっちが出口方面のはずなので、あとこの辺だったような。自分の記憶がないのに。あれ違ったっけ。この辺の柱のどっかにパズルが順調ではないですね。もうこの音楽になってる時には柱のパズルに行きたいんですけどもう一箇所の場所が思い出せない。
はい、時間切れという感じですかね。あ、やっぱ逆行っちゃってたんだ。うん。なのでだいたいこれは1日1時間ぐらいで、寝起きとか頭に栄養がいってる時とか、そういう時じゃないと、難易度は高いです。はっきり言ってこれの獲得率イコールプラチナの獲得率ですから、トロフィー狂気のパズルまあこれもPSN の無料ゲームであったので始めてはいるんですけど、これはこうか。さあ、狂気のパズルって呼ばれてた。下と下側の真ん中と上側の柱のあたりな。覚えてないかなだいたいこう途中にパズルが入ると忘れますよね、この辺で。こうのこうだからこれで4つでしょ。この形で3個を取ってよいしょね。よいしょ。違う、これ下か。そっちか。どっちから始めるやね。こっちだろうな、多分こうかな。これこう違うここか、こうか。そうですね。これはどこで区切りゃいいんだ。これで区切れるのか。まあ最後の2本のピラーのパズルの片方があれと同じパターンですから、両方ともかな、なんか両方同時に動くとかですから、黒を除外していく。無理か。黒除外が無理。除外が無理か。こっちの方が楽なのか。違う。こうか。これいける？真ん中の下、真ん中のこの辺、あれ、この辺じゃなかったっけ？この辺あった2これで2だとダメだ。2これもダメなパターン。こうか。どっちも変わらないか。2にして1にしてこういくな。こっち側でこれだからこれをこうか。違うな。やばい。こう
こうかな。上の方だな。上の方、そっちの端の方。この辺なかったっけ？最後の柱のあたりというんだけ覚えてるんだけど。この辺にあるはずにあった。よし。違う、これはこっち側か。1、2、3、どっちかで行く、こっちか。これダメか。ゴールに行けなくなるから。最後はこれで、もう一個ある。やばい、これもスタートだとこれをもう一つ先に回す。うわ、ダメだ。どうする？どういく？こうか。勝ちにすれなかった。やっぱここってどこに当たるんだ？ここか。まあ2ラインパズルが最後に2つ柱状態で来るのでなかなかきついです。でもなんかいけそうな気がするあたりがなんかちょっとやってしまうところなんですけど、まあ実際きついですね。ここから下か。端の真ん中とまああーちゃん的にはこのゲームはよくわからないそうなのでこっち側から上がっていってここで区切これはダメだな。こうか。野村さんここに3を伸ばしたら4か。違う。これを
ゃいけないのか。多分これ系のわかんないな、ちょっとこれじゃない、こっち側から上がって白弾いた後にこっちで黒弾けば、どれがいけそう？これいってみようか。うっと端の真ん中、この辺どっかにあった。あれがこうなるとするとこうだから2のパターン。これじゃない。向こう側に抜けていくように。こっちの方に、この辺に、わからんので、抜けるとダメだったって感じかな。で、あそこが通れてない。これならいけるだろう。で、これをこうでくるから、下の方回ってみようか。これやっちゃダメなパターン。頭だな。頭のところだな。頭のところを反対側なんかこうか。こっち。あ、そっか。こっち2本先か。ここか。これでいけてる？いけてるな。これでこれだと行き止まってしまうから、これをこれでおいった。次白黒分け、白黒分け、白黒分け、白黒黒黒黒黒、この黒を3個。ここまで無理ですかね。このままロックといや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 、
今日は、まああ、やばい。こうか。真ん中の柱の右から2番目と3番目。よいしょ。これを足すあ、無理だな。人間卒業。いや、でも結構クリアしてる人がいるみたいですよね。人間卒業っていうか、あれですよね、それこそディオとかの話になりますよね。これだとダメだから、これをこうにしてこう4がいけるのが下だけだからまあそんな感じ。あ、これわからんわかる。こうだとだから4からの伸びがこれがこうでもいいだろうね。ということは逆を考えればいいのか。これいいの？あ、いいんだこれダメかと思ってた。あくまでも形になってるだけか。こっちだ。一回上まで上がって音がなくポンポンポン。これいける？これが無理だから逆か。逆だとこう？違うな。こ
こを切って、これをここ区切ればいいのか。おっと、今あった。次は、この辺うお9 9まあ最近これやるのやめてたんですけど、去年ぐらいかな、最後やった一昨年かな。ピラのところまでなかなか行けなかったんですけど、9なんか今はピラのところまで行ける回数がかなり多くなってるんで、少しは成長してるのかな。成長見えないここでもないここでもない。こちらこういっちゃった方が早いのか。区切り方がこのパターンがダメってことはこうか。ということはこれとこれかい？見たかしら。これとかみたいな。最初こっち側から上がっていってこれ
ああ、ダメか。逆から行くと、ああ、ダメか。あそこにあれがなってるから、こっちの方が。ダメか。どれだ。これを区切るのが難しい。区切るのが難しい。さあ、どこださあ、どこだ、覚えてないぞ。前の記憶が残ってるんで。あ、完全に忘れてる。あとどこだっけ。あとどこだった。お、見やすいところだってよかった。うん。あ、やっちまったー。で、ここを失敗すると一度外に出て、さっきの電源のところまで戻らなきゃいけないという、ここまで戻らないといけないという。電源が入ってさっきのところに戻らなきゃ。最後のピラーだけはそのままリトライができるんですけど、それ以外はもう一回電源を入れ直すとこから始めないといけないので、まあピラー柱のところのパズルのところまでは失敗しない方がっていうところですかね。電源が切れちゃうっていうところが一つのタイムロスのだからこの辺はまだ大丈夫なんですけど、お、しまった。こうか。違う。あれ、ここ通れない。あれいかん。いかん。一度外側に回ってもダメ。いや、下通っていくの。はあ、一つのパズルにかけられる時間っていうのはだいたい10秒ぐらいとかって言われてますかね。
んこんばんは。てるさんこんばんは。棒読みに入れた方がいいのかな誰がだからちょっと集中してると気がつかない。こうのこれでいけるのかな。いや、これはいけない、いけない。3、違うな。3、3、数字してこうか。どこだこうか。これのこうか。じゃあどっからいけるな。こうのこうだと、こうの3本、こうか。ああ、時間食った。時間を取られてしまう。次の話。こっちかな。なんかすごい風がすごいぞ。あ、いけない。ちょっと逆か。これか。今日で終わらせないと。お、どれだ？どこだっけこの辺確かこの辺だったよね。あ、はい。お疲れ様です。いってらっしゃい。お、こうの方がいいのか。次もこうだったっけ？こんな橋だったかって思っ
たどり着けない。出んかったと。一しがこのパズル時間制限です。あ、BB さんありがとうございました。すいません、パズル夢中なんでコメント読む暇がコメント読むっていうかコメントを見る暇が、そろそろ1時間なので、今日はケンさんの配信がないので、あーちゃんは配信するの？今日もう配信しないの？こんばんは。なんでレムさんまで、レムさんこんばんは。ですね。っていうか、何やった何やったなんでじゃあ、ラス1でやるかな。はい、パズルゲームやってます。カザラさんも来た。こんばんは。ん延長って言ったって いかんせん頭の糖分が減っていってるんでまあ線引きパズルですね。スタートからゴールまでの線を引く、そういうパズルをやっていってます。これのルールは、色分けとかですかね。まあ分けてあれば同じ色が別になってもいいっていうルールのもあります。真ん中と端っこ。で次は、これはコンピューターを2つに分けるっていうやつですかね。あじゃない。こう違うな。こう切ってこれもダメ。どう分けよう。どう分けよう。これ通れないから、あそこはこう、最後に通るしかないのか。最後に通るから、こういってこういってこういけばいいのか。そうですね、一筆書きですね。そんで、じゃあこの形でいけるのかな。よいしょ。まあそれぞれにルールがこれは色のポイントを通らなきゃいけなくて、さらに言うと色がついてるのは色で通らないといけないっていうパズルですね。こうかな。どこだ。あれもう終わってる。ばっかり。あとこうか。こっち側か。よいしょ。これは単なる迷路。おっとっと。
とで白黒に分けて分けるっていうやつですね。で3個のうち1個が当たりで他2つはフェイクです。これやっちゃうとダメなの。こういってダメ。これこの緑と白のようにこうクロスしてると解けないっていうのがなんか法則であるみたいで、どこだっけ、あれどこだっけ、真ん中、やばい、どこにパズルがあるかを覚えたつもりが覚えてない。パズルが2箇所あるんですけど、ちょっと覚えてないので、あった。一筆書き、ゴールスタートからゴールまでで三角の数だけ辺を埋めるっていうやつですね。これ来てこれ、あそこ行くためにはこう来てこう来てこうか。今どっち来てる？この辺になかったっけ？あら、全部行き止まりされてる。これがどうだったか、ないぞ、あった。こう行ってみて、違う、これはダメか。じゃあどうしよう。2といったらこうなって、1、1、2辺。結局同じなんだよな、どっちと俺とも。みんな割れないって言ってなくて、これだけダメだから、こういっちゃうと終わっちゃうし、ルートを変えよう。2辺。一辺2辺。で、ラスに、時間切れパズルが消えます。あとこことここの2つをパズルをクリアするとクリアなんですけど、そこまでいかないんですよ。これがまたパズルを解くと、それに対する電源が、次のパズルの電源が入るんです。この白い、今黒いコード見えてるんですけど、なのでその電源が入ったパズルを次から次へと解いていくっていう感じですかね。で、制限時間はこのレコードのかかってる時間っていう。で、これで電源が入って白いケーブルに電源入りましたって形でこういうふうに。で、隣のパズル。ちょっと距離が遠すぎて見えない。見えない。行き過ぎてる。こうか。ちょっと待って、近くにしないと区切りがわからない。
よいしょよいしょ。こうかな。でこれが上の3本目のところの柱のところにパズルがあると。次で、電源が入るとパズルが出るので、どっちだ次のパズルはどこだ。あ、これか。で、43のところだな。こう4と3の合わせたやつを、すいません、間違えたので一つ前の問題を解き直しです。電源入れ直しで43よいしょ。で次のパズルはこっちか。迷路。よいしょ。で次が白黒パズル。これがいけそうなのか。逆だな。これは黒をくくる方がこれいける？いけない。いけない。いけない。うわ。あ、いけた。いけた。ありがとうございます。どうだっけ、一番上の方の真ん中、この辺、こう来て、こう来て、こう来て、違う。そこにどうにかして1本加えたいってなると、3になるか。
つんだいい2焦らせる感じで、そして音も大きくなっていくという仕様なんです。今のは三角を、記してある四角のマスの三角の数だけ辺を通るっていうやつですね。練習問題みたいなのは、このパズルをここまで来るまでに一通りのパズルをやるので、ルールはその時覚えていくんですけど、チュートリアルなんていうものがないゲームなので法則性は自分で見つけていくしかないというゲーム進行関係ありますか。BGM が流れてる時間だけ電源が入ってる、主電源がこのプレイヤーなので、音楽が切れると電源が切れる。これで電源入るんですけど、ありがとうございます。こういうふうにレコードが入って電源が入るんです。でこれ針が上がると電源が落ちるんです。でレコードが全部鳴り切るのがさっきの音楽で、音楽が終わると要はタイムアップっていう、そんな感じなので、これ以外は時間制限なしなパズルゲームなのでのんびりできるんですけど、ここだけ急に時間制限ありになるので、なんか昔はなんかポーズかけられるような感じのがあったとかって言って、バージョンアップでなんかなくされたとかっていう風にありましたね。これは逆、白の方か、白をこうでこうでしょうか。今度はどこ？最初の方の2番目3番目、これがさっきの迷路のパズルの迷路の壁になる場所とはパズルがある場所を示しています。2つに分けるにしてもポイントが取れなくて、これだと分けようがないのか。これでいけるのがこれだから、これはコンペイトは同じエリアに2つ入れる、ブロックも同じエリアに2つ入れたらこういうパターンもありと。伸びないですね。全く伸びないですね。逆に失敗するとロスタイムが取られるんで。こっちじゃないのか、こっちか。埋めちゃうから、これがね。最初これしかない。なくて、こっちか。
最初のポイントを取るの忘れてます。こうか。こう来て、ここから降りてって、まあ頭いい人が作った感じなんですかね。なんかもう前これPS ネットワークでフリーソフトでダウンロード僕もダウンロードして今やってる感じなんですけど、お2本目この辺この辺1の2、1の2、1で2、じゃあ2、1を取って3の角いっちゃダメだから、こういってこういってこれでこっち行っちゃダメなのか。そうすると一度これを抜けてでこう行けば OK。ここでこっちの3番目ぐらいのところだよな。この辺おっとっとっと、よいしょ。とりあえずやってみる。こういくと積む2だからめっちゃまずいな。1、1、3、2、3、3、1本忘れてるな、そこ。あれを行くためにはどうすればいいんだ。突き抜けちゃダメなんだよな。突き抜けるともう一直線で行くしかなくなるから、これで2でしょ。こうか。いや、これもダメだ。最後のパターンはこうでいかなきゃいけないから、あそこどう通ればいいんだ。どう通ればいいんだあれ。1ってその手前が1なんだから、あそこに1本通すしかないんだろ。でその後にこっち通したらダメだから逆か。こうお11ってどう通せばいいんだ。ここだったら、間違えたちょっとそろそろパズルクリアで制限時間がプラス的な要素になりそう。いや、プラス要素ないですさて、ちょっとさすがに柱のパズルになかなかたどり着けなくなりつつあるので、最後の理解
そこだけなんかもう写メ撮りたいですよね3の5の5でこうかこうか、こう足してある。やばい、時間だからよいしょ。でこっちだ、こっち来た。よいしょ。からのこっちに抜けていってからのそれが通れないっていうのはどういうことだ。しかこれであとはこっち側違う、これでこう一度行ってからのこっちか。これかな。違う。残り2つはフェイク。これなんかいけそう。あれどこ？ここら辺の2つ目。1を抜けて2を取って1で3にして2にして2にしての、よいしょ。次どこだっけ？どこだっけ？なんか伸びていくの。結構頭の方にあったような、あれ？やばい。この辺になかったっけ？じゃあ向こうか。向こうの5番目、この辺？違う。ちょっと待ってよ。方向を見失ってる。方向を見失ってるぞ。はい、道に迷ったってやつですね。ここだからこの辺。3辺を使うやつだからこの形がないとして、形はこうかこうだから、これはやばいかな。こっち側がこういってこう3でどうだ。よし。さあこれ全部覚えるの無理だよな。よいしょ。ここから通っていくしかないかな。こうかどうだ。
ダメだった。お、いけた。あとはこれだ。白黒分け。よっ、あートロフィーチャレンジ。運が良かった。プラチナ取ったー。はあ、まあで初めてここに入るわけだが何があるの。はい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 どうやったっけこれ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて取りましたってか、初めてって。最後がすごい簡単なパズルで、これ覚えなきゃいけないんですね。別のところで映像を見るところの部屋があって、そこでこのパズルの模様をやらなきゃいけないので、まあ攻略サイトとか見れば多分これに関しては出てるんですけど、これはパズルじゃなくて映像を見るためのラインですかね。よいしょ。ちょっと写メ撮っといてまあスクリーンショットでもいいんですけど、じゃあそれがどこにあるかっていうのはもうすっかり忘れてます。影はあるんですね、一応。パワーも入ってますこの人。記憶部屋、場所どこだったっけかな。なんかちょっともう1年以上やってる。ちなみにこういうところ入るのもこういう風なパズルを解いて先へ先へと進んでいかなきゃいけなかったわけなんですけど、あの辺に見えるのも色ついてるのもパズルですね。結構エリア的には広いですねこのゲーム。どこだったっけ。こっちか。こういう風なパズルを全部解いて先に進んでいくって。あれどこだ。ここは行き止まりか。ここも行き止まりか。じゃあこっち側、まああまりこういうとこうろついてて後でやる人のなんかそんなの NHK 教育でアニメがあったようなお、どこだったっけかな。これも全部パズルですね。この辺とかも。もう木の根すらパズル、線引きパズルに見えちゃいますからね。よいしょ。色っていうのもありましたね。いろんなところからこう光を集めていって
集めることによってっていうのが、まあもう完全にネタバレな今風景ですけど、映像を見るのってどこだったっけかな。なんか海岸の洞窟だったような記憶があるんだよな。どこ通っていけば早いんだろう。確かこれの向こう側とかだったっけ。なんか砂丘かなんかがあってとかな。一応影だけはあるんですね。この確かこれの裏側の隠し部屋かなんかだったような記憶が正しければ、まあこの辺もまあぶっちゃけパズルなんですけどねこの辺降りれなかったっけ。確かこの辺の部屋だったような気がするんだけど、記憶違いか。記憶違いだ。ここじゃなかった。どこだったっけかな。あれどこの部屋だったっけ。あれなんかここじゃないとすると、あれなんか建物の中だったっけかな。どこだったっけかな。ここではないよな。結構序盤でそうですね。まあステージ自体はそれぞれ分かれてて、まあ最初のステージとくと次のステージの方に広がっていけるっていう感じですかね。あの部屋どこだったっけな。この辺かな。まああれをこの光を集めることによってまあクリアになるっていう。最初はそれすらも情報としてないですからね基本的にパズルはこの電源をどんどん先につなげていくためにあるスイッチのようなものなので、石の中の部屋だったような気もするんだけど、これ上か。どこだったっけ。序盤じゃなくて中盤ぐらいに行けるようになったところだから、もうこっち側だったような気がするんだけど、よし。これとかなんだろうとかって思うようなパズルとか最初も
悩まされますよね。問題のこれでどこか選べっていう形なんですけど、何を見て選ぶのかっていうことからまず悩みますよね。ここか、ここだったっけ。うん。風車小屋、風車小屋、風車小屋。お、なんかそれっぽい、それっぽいか、それっぽいか、それっぽいか。あれ、こっちなんだ。あ、これかな。えーっとこれをどこに形を入れるやつがあったっけ。これじゃない。あれ、どれだっけ。場所はここだな。どれだ、これか。これでさっき見つけたパズルのあれを入力すると、こっからスタートか。で、こう回して、こっからこう回して、で、こう、で、これで、あ、まだ残り1個ある。なんか、こういう映像が見れる。ネタバレですね、これ、完全に。How many of you here have personally witnessed a total eclipse of the sun? To stand one day in the shadow of the moon is one of my humble goals in life. The closest I ever came was over 30 years ago. On February 26th, 1979, a solar eclipse passed directly over the city of Portland. I bought my bus tickets and found a place to stay, but in the end, I couldn't get the time off work. Well, anyone who lives in Portland can tell you that the chances of catching the sun in February are pretty slim. And sure enough, the skies over the city that day were completely overcast. I wouldn't have seen a thing. That work I couldn't get out of was my first job out of college. A sales clerk at an old Radio Shack store in beautiful downtown Worcester, Massachusetts. On my very first day behind the counter, a delivery truck pulled up to the front of the store. They carried in a big carton upon which was printed the legend TRS-80. It was our floor sample of the world's first mass-market microcomputer. The TRS-80 Model 1 had a Z80 processor clocked at 1.7 MHz, 4,096 bytes of memory, and a 64-character black and white text display. The only storage was a cassette recorder. All this could be yours for the low, low price of $599. The store I was working in had seen better days. At one time, it had been near the center of a thriving commercial district. But like so many other New England cities, the advent of shopping malls had, by the early 70s, turned it into a ghost town. Worcester's solution to this problem was decisive, to say the least. The city's elders apparently decided that if they couldn't beat them, they would join them. And so, several square blocks at the heart of the city were bulldozed into oblivion, destroying dozens of family businesses, including the site of a pharmacy once operated by my great-grandfather. In their place was erected a vast 3-level shopping complex with cinemas and a food court. When the dust settled,
only a few forlorn blocks of the old Worcester remained standing. My Radio Shack store was in one of those blocks. Then, to add insult to injury, Radio Shack opened a brand new location inside the shopping center, less than 500 feet from my store. So now patrons had a choice between a clean, well-lighted establishment with uniformed security and acres of convenient parking, or a shadowy hole in a seedy old office building next to an adult movie theater. Consequently, I had plenty of time to fool around with the new computer. I taught myself basic programming. Then I learned Z80 assembly. Both, of course, so that I could write games. I also created self-running animated demos, which ran all night in the store window for the edification of the winos who peed in our doorway. Strangely enough, the few customers we had didn't seem to be interested in our new computer, even after the 16K memory upgrade. In fact, most of the people who set off the buzzer on their way through the front door weren't there to buy anything at all. They were there to exploit a free promotion, which was the bane of Radio Shack employees for over 40 years. The Battery of the Month Club. The idea of this promotion was simple. Customers got a little red card, upon which was printed a square for each month. 12 times a year, the lucky sales clerk got to punch out a square and give the customer one brand new AAA, AA, C, D, or 9-volt battery. Of course, customers weren't allowed to choose just any grade of battery. At the time of my employment, Radio Shack offered 3 different levels of battery excellence. First were the alkalines, powerful, long-lasting, and expensive, hanging behind the counter like prescription medication in gold-embossed blister packs. These were most certainly not available through the Battery of the Month Club. Next were the high-end lead batteries, sturdy, dependable batteries, moderately priced, and prominently displayed near the front of the store. These were also not available through the Battery of the Month Club. Finally, at the bottom of the barrel were the standard lead batteries. These were literally piled in barrels, cunningly located way at the back of the store. 長いですね。多分あそこで皆既日食やってる最中なので、あれが消えてまた現れるまでずっと話が続くんじゃないですかね。Past the CB radios and stereo headphones and remote-controlled racing cars. Nothing would stop them. On the first day of every month, ありがとうございます。 those customers came in waving their little red cards. I would look up from my programming and wave them to the back of the store. It didn't matter that the batteries were only worth 29 cents. It didn't matter that most of them were already half dead. They came, they grabbed. And as far as I can remember, not one of them ever paid for a damn thing. I was such a crappy salesman. I was young and foolish. I thought my education in game design was happening at the keyboard. I almost missed the lesson coming through the front door. Fortunately, I wasn't the only person fooling around with games on micros. All over the country, people like me were experimenting. Scott Adams was coding what would soon become the world's first commercial adventure game. Remember adventure games? My future employer, Infocom, was being founded, along with other legendary companies like Online Systems, Sirius, Personal Software, and SSI. Those were exciting times. Teenagers were making fortunes. Games were cheap and easy to build. The slate was clean. 昔は IO とかそういうプログラム載ってましたからね。 had nothing to do with computers. On the morning of the autumn equinox, September 20th, a new children's picture book appeared in the stores of Great Britain. This picture book was rather peculiar. It consisted of 15 meticulously detailed color paintings, illustrating a slight whimsical tale
about 多 a 分 rabbit 制作者 delivering の a jewel to the moon. On the back 思い出 jacket of 話 the book was a color photograph of a real jewel, shaped like a running rabbit, 5 inches long, fashioned of 18-karat gold, suspended with ornaments and bells, together with a sun and moon of blue quartz. According to the blurb underneath, this very jewel had been buried イングランドどっかに somewhere 埋まっ in ていま England. す。 Clues pointing to its location were マザー concealed グ in ー the ス text and in the pictures of the book. The treasure would belong to whoever found it first. The book was called Masquerade. It was created by an eccentric little Oh, man じゃあ違うの with か。 divergent eyes and a talent for mischief named Kit Williams. Within days, the first printing was sold out, and the empire that never sleeps found itself in the grip of rabbit fever. Excited readers attacked the paintings with rulers, compasses, and protractors. Magazine articles and TV specials dissected the clues, floated theories, and followed with keen delight the reckless exploits of the fanatics. One obscure park, unfortunately known by the nickname Rabbit Hill, was so riddled with holes excavated by misguided treasure seekers that the authorities had to erect signs assuring the public that no gold rabbits were to be found there. Some hunters ended up seeking psychological counseling for their obsession. The craze leapt over the Atlantic Ocean and invaded America, France, Italy, and Germany. It sold over 1 million copies in a few months, a record unrivaled by any children's title until the advent of Harry Potter. Over 150,000 copies were sold in foreign translations, including 80,000 copies in ここで読ま Japanese, なければちょっと despite the ね fact that 謎 the であっ puzzle たに was もかかわ only らず8万 solvable 部 in English. It didn't matter that the masquerade jewel was only worth a few $1,000s. Many seekers spent far more than that in their months of exploration and travel. It was the thrill of the chase, the possibility of being the one. Treasure hunts, secret messages, and hidden things seem to exert an irresistible appeal. They're fun to look for and to talk about, and this fact of human psychology has been exploited in computer games since the earliest days. It finds expression in the hidden surprises we call Easter eggs. Atari's Stephen Wright is credited with coining this term in the first issue of Electronic Games magazine. The first Easter egg in a commercial computer game appeared in an early Atari 2600 cartridge called, simply enough, Adventure. By a sequence of unlikely movements and obscure manipulations, players could discover a secret room where the words "created by Warren Robinette" appeared in flashing letters. Over the decades, Easter eggs and their evil twin, cheat codes, have become an industry within an industry. Entire magazines and websites are now devoted to their carefully orchestrated discovery and dissemination. They're part of our toolkit, our basic vocabulary, the language of computer game design. Computer gamers may have been the first to refer to hidden surprises as Easter eggs, but we certainly weren't the first to use them. Painters, composers, and artists of every discipline have been hiding stuff in their works for centuries. The recent advent of VCRs and Laserdisc players with freeze-frame capability exposed decades of secret Disney erotica. Thomas Kincaid, the self-appointed painter of light, amuses himself by hiding the letter N in his works. A number beside his signature indicates how many N's are hidden in each painting. Picasso, Dali, Raphael, Poussin, and dozens of other painters concealed all kinds of stuff in their paintings. A favorite trick was hiding portraits of themselves, their families, friends, and fellow artists in crowd scenes. El Greco loved dogs, but the Catholic Church forbid him from including any in his sacred paintings. So he hid them, usually within the outlines of celestial clouds.
Composer Dmitri Shostakovich chafed under the political censorship imposed by the Soviet Ministry of Culture. His symphonies and chamber works are loaded with hidden signatures and subversive subtexts, which, had they been recognized, would have sent him to Siberia. Mozart's opera, The Magic Flute, is filled with musical allusions to the rituals of the Freemasons, the ancient secret society of which he and his mentor Haydn were members. But the most famous purveyor of Easter eggs is that champion of the late Baroque, the ultimate musical nerd, Johann Sebastian Bach. Bach was a student of gematria, the art of assigning numeric values to letters of the alphabet. A equals 1, B equals 2, C equals 3, etc. By comparing, sequencing, or otherwise manipulating these numbers, secret messages can be concealed. Bach took particular delight in the geometrical numbers 14 and 41. 14 is the sum of the initials of his last name. B equals 2, A equals 1, C equals 3, and H equals 8. 41 is the sum of his expanded initials, J.S. Bach. These two numbers show up over and over again in Bach's compositions. One of the better-known examples is his setting of the chorale Vor deinem Thron. The first line of the melody contains exactly 14 notes, and the entire melody, from start to finish, contains 41. Another of Bach's favorite games was the puzzle canon. A canon is a melody that sounds good when you play it on top of itself, a little bit out of sync. Frere Jacques and Row, Row, Row Your Boat are familiar examples of simple, two-voice canons. But a canon can employ any number of voices, and you don't have to play each voice the same way either. You can change the octave, transpose the key, invert the pitch, play it backwards, or any combination. Finding melodies that make good multi-voice canons is a fussy and difficult art, of which Bach was an undisputed master. Now, in a puzzle canon, the composer specifies the basic melody and the number of voices, but not the relationship of the voices. The student has to figure out the position and key of each voice, and whether to perform them inverted and/or backwards. Bach wrote quite a number of puzzle canons. The most famous, BWV 1076, is part of a fascinating story. One of Bach's students was a fellow by the name of Lorenz Misler, founder of the Society of Musical Science. This elite, invitation-only institution devoted itself to the study of Pythagorean philosophy and the union of music and mathematics. Its distinguished membership reads like a who's who of German composers, including Handel, Telemann, and eventually Mozart. Applicants for membership in the society were required to submit an oil portrait of themselves, along with a specimen of original music. With nerdly efficiency, Society member number 14 decided to combine these admission requirements into a single work. He sat for a portrait with Elias Hausmann, official artist at the court of Dresden. This portrait, which now hangs in the gallery of the town hall in Leipzig, is the only indisputably authentic image of Bach in existence. The Hausmann portrait shows Bach dressed in a formal coat with exactly 14 buttons. In his hand is a sheet of music paper, upon which is written a puzzle canon for 6 simultaneous voices. In 1974, a manuscript was discovered which proved that this canon was the 13th in a series of exactly 14 canons based on the ground theme of the famous Goldberg variations. As if these musical gymnastics weren't enough, Bach liked to hide messages in his compositions by assigning notes to the letters. His initials, B-A-C-H, correspond to the pitch sequence B-flat, A, C, and B natural in German letter notation.
This theme makes its most memorable appearance in the last bars of his final composition, The Art of Fugue, published soon after his death in 1750. The word fugue comes from the Latin fuga, which means flight, as in running away. So, the art of fugue is the art of flight, the art of taking a theme and running with it. Bach wrote hundreds of fugues, but none as sublime as this sequence of 14. In the last and most complicated fugue in the series, the first and second sections develop normally. こういうのを聞いてた This is 時 followed by に寝 the てたっていうのはよくありますね。 BACH signature. And then suddenly, without any warning or structural justification, the fugue stops, dead in its tracks. One of the composer's 20 children, his son Carl Philipp Emanuel, claimed that Bach died moments after those last few notes were written. This story is probably apocryphal. The Easter eggs in Bach's music are a pleasant obscurity, known chiefly to professors and students of Baroque music. But in March of 2002, when this lecture was first delivered, those Easter eggs were the talk of the entire classical music industry. Sitting near the top of the classical music charts that month was a compact disc on the ECM label called Mortimer. It was performed by the Hilliard Choral Ensemble, together with a talented but, until then, little-known violinist, Christoph Poppen. The music on Mortimer is based on a geometrical analysis of Bach's Partita in D minor for solo violin. This analysis, by German professor Helga Thom, assigns numeric values to the duration of notes, the number of bars, and the German letter notation of the partita. In doing so, she claims to have discovered the complete text of several liturgical ceremonies encoded in the notes. The CD presented these hidden texts superimposed over the original music. The result was strangely melancholy, dark, haunting, and very, very popular. Quite a few music critics attacked this disc. They didn't buy Professor Thom's analysis, dismissing it as a combination of numerology and canny marketing. Their caution was not without basis. Numerology is a slippery slope down which many a fine mind has slid to its doom. Allow me to offer an amusing anecdote from my own experience. Back in the early 90s, before the internet took off, one of the more popular online bulletin board systems was a service called Prodigy. I bought an account on Prodigy so I could join a fraternal interest group and gossip with fellow members around the country. One day, a stranger appeared on our bulletin board. Right away, I knew we were in trouble. This fellow, whose name was Gary, began spouting all kinds of apocalyptic nonsense about worldwide conspiracies, secret societies, and devil worship. At first, we tried to be polite. We questioned his sources, corrected his histories, logically refuted his claims, and tried to behave in a civilized manner. But instead of soothing him, our attention only made him worse. His conspiratorial warnings became urgent, approaching hysteria. He began to threaten people who disagreed with him. To coin a phrase, Gary went all uppercase. But his most urgent warnings weren't about the gays, the Jews, the Rockefellers, or the Illuminati. According to Gary, the greatest enemy of mankind was Santa Claus. Gary claimed to possess a secret numerical formula that proved beyond a shadow of a doubt that Santa Claus was an avatar of the Antichrist. Intrigued, we pressed Gary to reveal his formula. In doing so, we walked right into his trap. We should have known he had a book to sell. I fell for it. I sent him the $15. Less than a week later, the book arrived. Above an ominous photograph of the Washington Monument was emblazoned the title, 666, The Final Warning. Inside this privately printed 494-page monster, Gary reveals a simple geometrical formula
which he claims was developed by the ancient Sumerians. This formula assigns successive products of 6 to each letter of the alphabet. A equals 6, B equals 12, C equals 18, etc. Imagine my dismay when I applied this ancient formula to the name Santa Claus and obtained the blasphemous sum of 666, the biblical number of the beast. I went on Prodigy and reported to the stunned members of our interest group that Gary was right after all. There could be no doubt that according to the unimpeachable wisdom of ancient Samaria, Santa Claus was the Antichrist. I then went on to point out several other names which, when submitted to Gary's formula, also produced the sum 666. Names like St. James, New York, and New Mexico. Soon the bulletin board was filled with discoveries like computer, Boston tea, and most sinister of all, sing karaoke. Gary left us alone after that. I got my $15 worth. But Gary is hardly the first person to connect secret codes to the Bible. People have been looking for Easter eggs in the Bible for hundreds of years. The Hebrew mystical tradition of Kabbalah can be described as a geometriacal meditation on the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. The advent of computers has made the application of numerology to the Bible fast and efficient. The latest spate of Bible searching was instigated by a book published in 1998 by Michael Drosnin, a former Wall Street Journal reporter. His book, The Bible Code, applied a skipped cipher in which every nth character in a text is combined to form a message. By applying his skip cipher to the Hebrew text of the Old Testament, Drosnin claimed to have discovered predictions of World War II, the Holocaust, Hiroshima, the assassination of Yitzhak Rabin and both Kennedys, the moon landing, Watergate, the Oklahoma City bombing, the election of Bill Clinton, the death of Princess Di, and the comet that collided with Jupiter. He also found predictions of a giant earthquake in LA, a meteor hitting the Earth, and nuclear Armageddon, all scheduled to occur before the end of the last decade. The Bible Code spent many weeks on the bestseller lists, spawning several sequels and dozens of imitators. The Bible has certainly attracted its share of crackpots, but for the real hardcore egg hunters, nothing can rival the ingenuity, the tenacious scholarship, the stubborn zeal of those who seek the answer to the ultimate literary そうですね。そんな感じのスピードですよね。that has squandered fortunes, destroyed careers, and driven healthy, intelligent scholars to the brink of madness and beyond. Who wrote Shakespeare? The essays and books devoted to the Shakespeare authorship problem are sufficient to fill a large library. Several such libraries actually exist. Not even a day-long tutorial, much less an hour lecture, can begin to do justice to this complex, bizarre, and 謎 dangerously 解きっていうものに tantalizing 関 story. して人はすごい興味を Nevertheless, 覚 for え the るっていう unacquainted, I will attempt to summarize the issue in a few paragraphs. The undisputed facts of Shakespeare's life and career could be scribbled on the back of a cocktail napkin. We know for a fact that a man named William Shakespeare was born in 1564 in or around the village of Stratford-upon-Avon. We know that he had a wife and at least 3 children. We know he bought property in Stratford, was involved in several lawsuits with his neighbors, and died there in 1616, aged 52. We also know that during those same years, a man with a last name similar to Shakespeare worked as an actor on the London stage, eventually becoming co-owner of some of the theaters there. We also know that about the same time, a number of most excellent poems and plays were published in London under the name Shakespeare.
We do not know for a fact that the landowner in Stratford and the actor in London with a similar last name were one and the same man. We do not know for a fact that either man had anything to do with the poems and the plays. All we know is that those poems and plays have, in the 400 years since their composition, come to be regarded as a pinnacle of Western culture. The works attributed to Shakespeare appear to have been written by a man or woman who knew something about just about everything. They're filled with references to mythology and classic literature, games and sports, war and weapons of war, ships and sailing, the law and legal terminology, court etiquette, statesmanship, horticulture, music, astronomy, medicine, falconry, and, of course, theater. Therein lies the problem. How could a farmer's son of uncertain schooling, from a mostly illiterate country village, a man of practically no account at all, wield such encyclopedic learning, with so much eloquence and wit, so much wisdom and human understanding? For the first 150 years, nobody questioned the traditional history of the bard. Then, in the late 18th century, Reverend James Wilmot, a distinguished scholar who lived just a few miles north of Stratford, decided to write a biography of the famous playwright. Dr. Wilmot believed that a man as well educated as Shakespeare must have owned a fairly extensive library, despite the fact that not a single book or manuscript is mentioned in his will. Over the years, he speculated, some of those books must have found their way into local collections. And so, the good Reverend Doctor scoured the British countryside, taking inventory of literally every bookshelf within 50 miles of Stratford. Not a single book from the library of William Shakespeare was discovered. Neither were there found any letters to, from, or about Shakespeare. これの3倍はかかる感じです No ね。 references to the folklore, local sayings, or distinctive dialect of the Stratford area ムービ could ー be って言って found も in any of Shakespeare's writings. 実際どうなんで After すか 4 ね。 years of painstaking research, Dr. Wilmot concluded, to his own dismay, that only one person contemporary with Shakespeare of Stratford had ever demonstrated the wide-ranging education and expressive talent needed to compose those poems and plays. That man was the multilingual author, 他のも philosopher, 長か and ったですけ statesman, ど、これはそ inventor れ of the はるか scientific に超える method, 長さですよね。 chancellor to the courts of Queen Elizabeth and King James, Sir Francis Bacon. Dr. Wilmot never dared to publish his theory, but before he died, he confided it to a friend, James Cowell, who, in 1805, repeated it to a meeting of the Ipswich Philosophical Society. The members of the society were suitably outraged, and the scandalous matter was quickly forgotten. Then, in 1857, a lady from Stratford, Connecticut, published a book called The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded. In this book, Miss Delia Bacon, no relation to Francis, claimed that the works of Shakespeare were written by a secret cabal of British nobility, including Sir Walter Raleigh and Sir Philip Sidney, as well as Sir Francis Bacon. Delia Bacon's book electrified the world of letters. Battle lines were drawn between the orthodox Stratfordians and the heretical Baconians. Literary societies and scholarly journals were formed to debate the evidence. Hundreds of pamphlets, newspaper articles, and essays were published defending each side and ridiculing the opposition with that self-aggrandizing viciousness peculiar to tenured academics. Armed with her explosive book, Delia Bacon journeyed to Stratford-upon-Avon and, unbelievably, obtained official permission to open Shakespeare's grave. However, when the moment came to actually lift the stone, Delia's self-doubt precipitated a catastrophic nervous breakdown. She later died penniless in a madhouse. そうですね。 Around 1888, things began to get a bit out of hand.
U.S. Congressman Ignatius Donnelly of Minnesota became interested in the Shakespeare controversy. One day, browsing through his facsimile copy of the first folio of 1623, he noted that the word bacon appeared on page 53 of the histories and also on page 53 of the comedies. He also noted that Sir Francis Bacon had written extensively on the subject of cryptography. Donnelly began counting line and page numbers, adding and subtracting letters, drawing lines over sentences, circling words, and crossing them out. The result was a complex and virtually incomprehensible algorithm, which he claimed was invented by Bacon to hide secret messages inside the first folio. The greatest Easter egg hunt in the history of Western civilization had begun. イースターエッグっていうものに関するエピソード A doctor named Orville Owen of Detroit constructed a bizarre research tool he called the Wheel of Fortune. This wheel consisted of two giant wooden spools wrapped with a strip of canvas 2 feet wide and 1,000 feet long. Onto this canvas, he glued the separate pages of the complete works of Bacon, Shakespeare, Marlowe, Greene, Peele, and Spencer, together with Burton's Anatomy of Melancholy. By cranking the spools back and forth, Dr. Owen could quickly zip across the pages in search of clues and cross-references. Employing a large team of secretaries and stenographers, Owen claimed to have uncovered a complete alternative history of Elizabethan England, as well as several entirely new Shakespeare plays and sonnets. Listen to this hidden verse, supposedly penned by the mighty bard himself, which inspired Dr. Owen to build his Wheel of Fortune. Take your knife and cut all our books asunder, and set the leaves on a great firm wheel, which rolls and rolls, and turning the fickle rolling wheel, throw your eyes upon Fortune, that goddess blind, that stands upon a spherical stone, that turning and inconstant rolls in restless variation. After publishing 5 thick volumes of this rubbish, Owen announced the discovery of an anagram, indicating that Bacon's original manuscripts were buried near Chepstow Castle on the River Wye. Owen spent the next 15 years and thousands of dollars excavating the bed of the river with boat crews and high explosives. He died before anything was found. A fellow named Arnsberg wrote an entire book based on the analysis of the significance of a suspicious crack in the tomb of Bacon's mother. A ray of sanity finally appeared in 1957. To those familiar with the science of cryptology, the name William Friedman needs little introduction. During World War II, Colonel Friedman was the head of the U.S. Army's Cryptoanalytic Bureau. He is credited with cracking the Japanese Empire's most sensitive cipher. After the war, the colonel decided to apply his expertise to the study of the Shakespeare ciphers. He interviewed several of the experts in the field and prepared a detailed scientific analysis, which he published under the title The Shakespeare Ciphers Examined. His conclusion? In a word, bunk. According to the standards of cryptologic science, not one of the hidden messages purportedly discovered in Shakespeare's works was plausible. The rules used to extract these messages from the texts were non-rigorous, wildly subjective, and unrepeatable by anyone except the original decipherer. The people involved were not being dishonest. They were channeling their preconceptions. They were trapped in a labyrinth of delusion, mining order from chaos, 人のでもあるよね。自分の思うことを in a lake of darkness. 正しいと思って追求してしまうっていうね。You would think that Friedman's cold and ruthless exposure would be enough to silence the heretics once and for all. Not a chance. The books and TV specials and websites and conferences and doctoral dissertations keep right on coming.
I should point out that the Shakespeare authorship issue is not only the preoccupation of cranks and weirdos. A substantial number of respected authors and Shakespeareans have expressed serious doubts about the traditional origin of the plays. The list includes Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry James, Sam Clemens, Sigmund Freud, Orson Welles, and Sir John Gielgud. そうそうたるメンバーと言われても Living 日本人には skeptics 馴染み include の the ない人 artistic たちだか director ら of the ね。 New Globe Theatre, Mark Rylance, Michael York, Derek Jacobi, Kenneth Branagh, and even that most revered and scholarly of contemporary Shakespearean actors, Keanu Reeves. キアヌ・リーブスの名前 The が出て current きたよ。 leading candidate for the authorship is Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford, a theory first proposed in 1920 by an English schoolmaster with the unfortunate name J. Thomas Looney. What is it about Bach, the Bible, and the works of Shakespeare that inspires this intense scrutiny? Nobody's looking for acrostics in Chaucer or Keats. There are no hit CDs of the secret chorales of Wagner or Beethoven. For the answer, we need to recognize the unique roles which the Bible and Shakespeare have played in the development of Western culture. No other single work of literature has influenced modern English more than the translation of the Holy Bible published in 1611 under the auspices of King James I. The King James Bible exemplifies the meaning of the word classic. It has been called the noblest monument of English prose, the very greatest achievement of the English language. It has served as an inspiration for generations of poets, dramatists, musicians, politicians, and orators. Countless people have learned to read by repeating the phrases in this, the only book their family possessed. Our constitutions and our laws have been profoundly shaped by its cadences and imagery. But even the glory of the King James Bible, compiled by a committee of 46 editors over the course of a decade, pales before the dazzling legacy of the Swan of Avon. The lowest estimate of Shakespeare's working vocabulary is 15,000 words, more than 3 times that of the King James Bible, and twice the size of his nearest competitor, John Milton. His poems and plays were written without the aid of a dictionary or a thesaurus. They didn't exist yet. It was all in his head. When Shakespeare had a thought for which Elizabethan English had no word, he invented one. The Oxford English Dictionary lists hundreds of everyday words and phrases which made their first appearance in the pages of the Bard. Addiction, alligator, assassination, bedroom, critic, dawn, design, dialogue, employer, film, glow, gloomy, gossip, hint, hurry, investment, lonely, luggage, manager, switch, torture, transcendence, wormhole, zany. Hamlet alone contains nearly 40 of these neologisms. スイッチも Who 新 today would have しい this 言葉 audacity, this giddy exuberance of invention? Only one other English author even approaches Shakespeare's facility for coining new words: Sir Francis Bacon. In the modern era, the record holder is Charles Dodgson, better known as Lewis Carroll, who, interestingly, also happens to be the second most quoted author in English, after アリスだっ Shakespeare. け Everyone Carroll. has been profoundly molded by the influences of the King James Bible and Shakespeare. Like it or not, all of us peer at the world through the lenses of these great works. They are the primary source documents of modern English thought, the style guides of our minds.
contemplating these dazzling jewels of wisdom and eloquence gives rise to an extraordinary feeling, a potent, rare, and precious emotion with the potential to completely upset your life. An emotion powerful enough to make a man abandon his wife and children, forfeit career and reputation, lay down his possessions, and follow his heart without question. That sweet, sweet fusion of wonder and fear, irresistible attraction, and soul-numbing dread known as awe. Awe is the grail of artistic achievement. No other human emotion possesses such raw, transformative power, and none is more difficult to evoke. Few and far between are the works of man that qualify as truly awesome. It is awe that convinces a rabbi to spend a lifetime decoding Yahweh from the Pentateuch. Awe that sends millions of visitors each year to the pyramids of Giza, Guadalupe, and Mecca. It was awe that drove poor Delia Bacon to her doom. Now, please don't come away from this lecture thinking that the key to awesome game design is the installation of Easter eggs. Ordinary games with their contrived Easter eggs and cheat codes are like the Battery of the Month Club. You have to trudge down to the back of the store to get what you really came for. If superpower is what people really want, why not just give it to them? Is our imagination so impoverished that we have to resort to marketing gimmicks to keep players interested in our games? Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right there. One afternoon, I was sitting alone behind the counter at that old Radio Shack store. My boss had stepped out for some reason. An elderly woman walked through the front door. Like most of our customers, she was shabbily dressed, probably on a fixed income. I assumed she was there for her free battery. But instead, she placed a portable radio on the counter. This little radio came from the days when they boasted about the number of transistors inside on the case. It was completely wrapped in dirty white medical tape. The woman looked at me and asked, "Can you fix this?" Slowly, I unwrapped the medical tape, peeling away the layers until the back cover of the radio fell off, accompanied by a cloud of red dust. The interior of the radio was half eaten away by battery leakage and corrosion. I looked at the radio. I looked at the old woman. I looked back at the radio. I reached behind me, where the expensive alkaline batteries were hanging like prescription medication, and removed a gleaming 9-volt cell from its gold blister pack. Then I pulled a brand new transistor radio from a box, installed the alkaline, and helped the lady find her favorite station. No money changed hands. She left the store without saying a word. Awesome things are kind of like that. Bach offered his students very specific insight into the source of awe. In addition to BACH, 2 other sets of initials are also associated with Bach's music. These initials are not hidden in the notes. Instead, they're scrawled right across the top of the manuscript for the whole world to see. The initials are SDG and JJ. SDG stands for the Latin phrase Sole Deo Gloria, to the glory of God alone.
JJ stands for Jesu Juva. Help me, Jesus. Bach wrote all of his great masterpieces sub specie eternitatis, under the aspect of eternity. He did not compose only to please his sponsors or to win the approval of an audience. His work was his worship. Bach once wrote, "Music should have no other end and aim than the glory of God and the recreation of the soul. Where this is not kept in mind, there is no true music, but only an infernal clamor and ranting." The name of the power that moves you is not important. What is important is that you are moved. Awe is the foundation of religion. No other motivation can free you from the limits of personal achievement. Nothing else can teach you the art of flight. Computer games are barely 40 years old. Only a few words in our basic vocabulary have been established. A whole dictionary is waiting to be coined. The slate is clean. Someday soon, perhaps even in our lifetime, a game design will appear that will flash across our culture like lightning. It will be easy to recognize. It will be generous, giddy with exuberant inventiveness. Scholars will pick it apart for decades, perhaps centuries. It will be something wonderful, something terrifying, something awful. A few years ago, I was invited to speak at a conference in London. My wife joined me, and we took a day off for some sightseeing. We decided to visit England's second biggest tourist attraction, Stratford-upon-Avon. It was cold and rainy when our train arrived. Luckily, most of the attractions are just a short walk from the station. We visited Shakespeare's birthplace, a charming old house along the main street, which attracts millions of pilgrims every year, despite the complete lack of any evidence that Shakespeare was born there or even lived anywhere near it. We went past the school where Shakespeare learned to read and write, although no documents exist to prove his attendance. We visited Anne Hathaway's cottage, the rustic country farm where his wife spent her childhood, although no record shows anyone by that name ever having lived there. Finally, we came to the one location undeniably associated with Shakespeare, Trinity Parish Church, on the banks of the River Avon, where a man by that name is buried. This beautiful church is approached by a long walkway between rows of ancient gravestones, shaded by tall trees. The entrance door is surprisingly tiny. No cameras are allowed inside. The interior is dark and quiet. Despite the presence of busloads of tourists, the atmosphere is hushed and respectful. A few people are seated in the pews, deep in prayer. An aisle leads up the center of the church. The left side of the altar is brightly illuminated. On the wall above is a famous bust of the bard, quill in hand, gazing serenely at the crowd of pilgrims. On the floor beneath, surrounded by bouquets of flowers, at the very spot where Delia Bacon lost her mind, the gravestone of William Shakespeare bears this dire warning. Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust and close it here. Blessed be the man who spares these stones, and cursed be he that moves my bones.
Every year, 3 million pilgrims arrive from every nation on earth to approach this stone and consider the likeness of a man whose body of work can only be described as awesome. By contrast, the right side of the altar is dark and featureless. Nobody of any consequence is buried there. The only point of interest is a wooden case of simple design carved of dark oak. Inside the case, sealed beneath a thick sheet of glass, lies a large open book. A plaque on the case identifies this book as a first edition of the King James Bible, published in 1611 when Shakespeare was 46. Not many pilgrims visit this side of the altar. Most of those that do simply glance at the book, read the plaque, and move along. A few, more observant, note that the Bible happens to be opened to a page in the Old Testament, the book of Psalms, chapter 46. No explanation is given for this particular choice of pages. For the initiated, none is necessary. If you are of inquisitive bent, if you are intrigued by English history and literature, if you value your peace of mind, cover your ears now. In the year 1900, a scholar noticed something about the King James translation of Psalm 46. Something terrifying, something wonderful. The 46th word from the beginning of Psalm 46 is shake. The 46th word from the end is spear. There are only two possibilities here. Either this is the finest coincidence ever recorded in the history of world literature, or it is not. The Earth revolves around only one sun and has only one moon. The moon happens to be 400 times smaller than the sun. The sun happens to be 400 times farther away. And the apparent paths of the moon and sun in our sky happen to intersect exactly twice every month. Which means that every now and then, at long yet precisely predictable intervals, the lunar disk slips across the face of the sun and just barely conceals it for a few wonderful, terrible minutes. A fine coincidence, no? In June of 1977, a little man with divergent eyes and a talent for mischief ascended a hilltop in the British village of Ampthill. At the summit of this hill is a tall, slender cross, a memorial to Catherine of Aragon, the first wife of Henry VIII. The sun, high in the south, cast the shadow of the cross upon the grassy hillside. At exactly 12 noon, the man removed from his pocket a bar magnet. He turned the magnet so its north pole was facing south and buried it under the shadow of the cross. 2 years later, a few hours before the publication of his first book, the man returned to that hillside, this time in the dead of night. He used a compass to locate the magnet he had buried. In that same place, he dug a hole in the ground and placed inside a ceramic container inscribed with the following words: I am the keeper of the jewel of masquerade, which lies waiting safe inside me for you or
eternity. これは回帰の方ですね。金環じゃなくて。金環月食。金環月。月。金球。金ねえや。金環金ねえや。欲しい。じゃなくて。で、これで終わりか。まだ続くのか。お疲れ様でした。と、まあ1時間近くクリアしてトロフィー取ってから経ちましたね。これ自体40分ぐらいあったかな、多分。お疲れ様でした。第2部って何ですかね。お、ちなみにこれ1個除いていろいろあるんですけど、全部映像になってます。で、多分あともう1個あるんですけど、ちょっと探せないです。どれがどの分類だったか忘れたんですけど、これとかってこういうふうにこういう映像が流れるわけですね。早送りになるわけですね。今のも早送りやるとこんな感じで、多分こっからスタートでこういう感じになるんですかね。これは何だったんだろう。おばちゃんがなんか話してる。So it's absolutely simple what I have to say to you. It's what my teacher said to me. And I'm still 誰だかわかんないんであれですけど。 deeply discovering the reverberation of that. And it's simply stop looking for what you want. Not cynically stop looking for what you want. Because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down. But innocently, openly, stop looking for what you want in this moment. Not tomorrow when you have it. ちょっとまあこれも長くなるので、To take one moment. Good. 他どんなやつだったんですかね。まあ喋ってる人がいますね。なんかこれはいろんな人が。で、あと一つ。1、2、3、4、5、6。ゴール地点が、これと、これと、これと、1、2、3、4、5。これがあって、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 多分ここがゴール地点の映像がどっかにあるっぽいですね。とはいえ
あと何があるのかなんてちょっと分かんない。多分どっかに落ちてるんじゃないかとは思うんですけど、これは向こう側からじゃないといかないところか。まあとりあえずプラチナトロフィーも取りましたし、チャレンジにチャレンジというこのウィットネスは今日で終わりですもし次やるとしたらニューゲームですかねあーちゃんがきっとやるでしょじゃあお疲れ様でした。しょうもないものを見ていただきありがとうございます。じゃあ初めて見たのにって言われました。いやでもチャレンジってあの後もう一回できるんですかねこうテレポートとかでなんかその場所に戻るっていうのができないので歩いて帰るしかないっていうのがなかなか欠点といえば欠点なんですけど、もう全部目的の場所に行くのは歩きしかないですね。ファストトラベルのような便利なものとか一切ないので確か山のところですよね。どっから入ったっけ。これ町とかっていうところですね。ここ通れたっけ。通れない。足使わないと。でもチャレンジはまあ楽しいって言えばまあ楽しいんですけどね。あれこっちじゃなくて、この後3億そも運送やりますって。何の話だい。無双もね、確かにプラチナまでトロフィーがあと1個なんですけど、あれは時間かかるので、お願いします。三国無双三国無双シリーズとしては何が好きなんですかね。まあプレステ4でできるのは7と8しかないんですけど、ここだったっけ。どっから入ったっけ。なんか海岸沿いのなんか洞窟っぽいようなとこから入ったような、この辺じゃなかったっけ。違ったっけ。ちょっと違う方向にしてた。あそこだよな。あそこに行くのと。それっぽいようなところがないぞどういったかすらも忘れてる。3はちょっと1、2をやったと3とかやるとストーリーが国で義5色で分かれてるような形のあれだったんで、ここでいいの。ここか。ここからこっち行きゃいいのかな。これの反対側。クリアをしてここにつけて、こっちはいないですよね。クリアしたからこうなってるけど、まさかこれってもう一回プレイヤーを動かせばやれる3に近いのは6か7、6だったかな。勢力ごとのって7か。
勢力ごとで。三国無双2が一番ハマりましたね。最初の新三国無双をやって、戦闘中にセーブができないっていうのが悩みで、ちょうどバイト行く時間がかぶったんで、ポーズ画面にして8時間放置して続きやったとかいう、それがありますけど、それに比べて、無双2の時が途中でセーブができるようになって、あれは良かったですし、2人用もできたりして、激乱舞でフリーズとかっていうのも楽しい思い出でしたあれはあと馬長を馬に乗せて攻撃、で猛将伝買って、で三国志戦記の衣装の呂布とか損傷口を使えるっていう風なあって、呂布はコマンド入力みたいなのでできたんですけど、損傷口が全員の武勲をマックスっていう風なってたんですけど、普通の無印から猛将伝やった時に全員の武将の武勲がゼロに戻されて、すごいショックを受けましたね。馬長は馬に乗せるとすごかったですね。最高難易度でも馬に乗ってるだけの馬に乗ってる馬長は問答無用で切り裂いていきましたからねえ、そうですね。今でもやっぱりシリーズがこう変わってって、このゲームの話でね話してるんですけど、変わってって1から2の変化が一番大きかったんで、一番やっぱり2がいい話でしたね。例えば、関東の戦いで自分が炎章を使って嘘っていう食糧基地を焼くと、嘘が燃えているとかって嘆くんですよねああいうの演出とか結構好きで、そういう遊び心が2が多かったんで。あと関羽戦い後の予謀のわけで、プレイヤーが関羽でやると自分が相手か手強いなとかそんな話を言ってくれたりとか結構好きでした。今は武将数が多くなりすぎて、三国無双だけでも90人90? いや90は多いか。でも各勢力十何人いるから50、60、70人ぐらいいますからね。で無双8人に関して言うと、わらわら感がなくなったっていうのが敵のわらわら。あとあまり評判良くないんですけど、無双5とかも結構好きでしたね。武器がちょっと追いつかなくて、みんなコンボを持ってたりとかなんかっていう風なゲームなんですけど、わらわら感がちょうどすごくて、呂布強いですよね。1の呂布とかってもうあれですよね、ダウンさせたらヒットポイントマックスまで回復するんで、ダウンさせないで倒すっていうのがすごい辛くて2の呂布も強かったですね。3だと確か一騎打ちとか言って、なんか囲まれて呂布と一騎打ちしなきゃいけないとかっていう仕様があったような気がして、あれも辛かったですねなんか郊外で爆弾投げてなんか倒したとかっていうような思い出があったかな。なんかもうこう逃げてる時に後ろから呂布の頭の滴りっていうか触覚みたいなのが見えて、
うわ後ろから触覚がとかっていうのはよく逃げろ逃げろとかっていうやってましたけど、ああそうですね。あと2は特に馬に乗るのがなかなか難しくて馬に乗ろうとして乗れなくて敵武将にやられて死ぬとかっていうのがたびたびあったんで、確か×ボタンで乗るんだったかな。だけど×ボタンでちょっとずれるとジャンプになっちゃうのかな、なんかで馬のそばでなんかジャンプして、その間に敵の武将がやってきてダーンって切られてわあ今はもうなんか近くに寄ってボタンを押せば割と簡単に乗せる。まあ大変でしたね。馬長とか特に馬乗ると強いんですけど、最初の無双の時は敵の兵隊が出てくる守備兵がいるんですけど、あれをちょっと角に追い詰めて厳しかったですよねちょっとずれると乗れないっていう。で敵とかがわらわら寄ってくると馬とか押してくるんで乗れないとかあと2の難しいで医療とか職でやると医療かですよね。開始2秒ぐらいで前線にいる武将たちが敗走しました敗走しました敗走しましたっていう、家計かなんかが相手の家計が成功した瞬間にこちらのモラルが崩壊して、あっという間に自分が総大将と自分しかいなくなるような状態になるっていうで逆やるとなんか無敵の強さで蜀軍を襲ってくるっていうで本当総大将と自分しか生き残ってないくて、総大将劉備がヒットポイントがまあ半分ぐらい残ってるんですけど、画面から消えて敵の兵に触れた瞬間に死亡っていうどういう戦いしたらそうなるのっていうようなあって、あれはもう辛い思い出自分のヒットポイント赤ゲージで無双ゲージがただただ伸びていくような状態のまま劉備を視界内に入れながら撤退ポイントの方まで連れていかなきゃいけないっていうで自分に襲いかかってくる敵兵をも倒しつつとかっていう、今で考えるとよくやったなとか思いますけど無双2とか出ればいいのにね、プレステ4で。あとそうですね、やっぱり2は全部の武将で一通りやって、あとあれですね、カーンの千里光、あれの馬車の耐久力の減り方とか、確か2だったと思うんだけど、自分のそばから離れた瞬間にボコボコ減っていくっていう、見えなくなった時の判定計算式がおかしいんじゃないかっていうあと2は敵の総大将のヒットポイントのあれがワンプレイヤーの強さで決まってて、なんか昔のゲームとかってプレステのとかプレステ2のってプレステ3でやりたいしてたんで、プレステ4でもそういうのをリメイクしなくてもいいからそのまんまのやつで出してくれればいいんですけどねなかなか光栄さんはなんかそういうところをやってくれなさそうなので
うん、うん、ないですね。プレステ2、プレイステーション、プレステ2、どっちだっけ、プレステ2か。プレステ2だな。プレステ2のソフトなんで。まあ、うち、FF は結構リメイク多いですよね。10とかも HD リマスターとかで4で出ましたし、他の7とか8もアーカイブでなんか昔のやつやれたりもしましたし、だからまあ公演してみれば無双自体が多分嬉しい誤算なゲームだったんでしょうね、最初最初の格闘ゲームから一気当選型のゲームになって、無双、いやにあと思い出あるのは弓ですね。弓弓の強さがキャラクターによって違くて、確か甲冑とかで弓使うと弓だけで呂布倒せるんじゃないかっていうぐらい強かったような、プレステ2、10、っていうか10好きな人結構いるみたいですよね。やり込んだっていう人。僕は一度普通にやってて雷平原で一度くじきましたからなんか雷を100回避ければアイテムが手に入るとかで、まだアカウントなし、敵とのアカウントをなくすっていうアイテムをつけれない頃にやろうとして、避けて敵との戦闘になって戻ってきた瞬間に雷落ちてとかっていうのを散々食らって、なんかそこで一度くじけた思い出がありますねで、そうですね。で、10のインターナショナル版かなんかも買って、で10のセーブデータを使ってやれるのかなと思って期待してたらできなくて、なんか最初のところで止まったっていうのも育て方がなんか最初から自分好みに育てられるようにいろんな方面に確かスキルを伸ばしていくことができるんでしたっけ、確かインターナショナルって。あとはおまけディスクについてたスタッフの人の会話の中でちょっと見知った人が一人出てた時にはちょっとびっくりしましたね。でも10買って10-2も買ったんですけど、10-2結局やってなかったかな。なんか10が終わってないのに10-2買ってたとかって積みゲーになってましたからね。でその後に11やり始めちゃって、他のゲームはどんどん積んでいく状態が続いちゃったんで、12とかも買ったんですけど結局やってないですかね。ボスキャラとか戦いとかは人ので見てたりはしてたんですけど、ね、まあこのままダラダラ話してもあれなので、ではどうもご視聴ありがとうございました。じゃあ多分この後はもう12時になるから、さすがにモンハンやるのはあれかな。まあ、バウンティーだけでも終わらせないと思ってる感じですかね。今日から宴がまた満腹の宴とかが始まってるんで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではさようなら。
お